黒石なら1ミリも知らない名調のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説。こんにちは、斉藤直樹です。今回はご依頼をいただきまして、黒ゲームズさんの名調というゲームのですね、ミリシラチャレンジをやっていきたいと思います。名調、皆さんプレイしてるでしょうか？僕はね、名前は聞いたことあったんですが、ゲームはね、実際にプレイしたことがないので、現時点で内容もキャラクターも全然知らない状態です。で、ミリシラチャレンジってそもそも何っていう話なんですが、ミリシラチャレンジとは、そんな何も知らない僕がですね、いくつかの言葉のヒントだけをいただきまして、そのヒントから、プロのイラストレーターの僕がですね、プロ歴23年の経験から、実際にそのゲームのキャラクターを想像して、デザインを当ててみようっていうのが今回のミリシラチャレンジなんです。で、あらかじめ、今回各キャラとは関係ないところで、最初に名調のあらすじを説明しますと、主人公である漂白者は、記憶喪失の状態で目覚め、物語が始まる。漂白者がたどり着いた世界は、悲鳴と呼ばれる大災害が起こり、一度文明が崩壊した後に、再度文明が再構築された。漂白者は、共鳴者と呼ばれるキャラクターと出会いながら、失われた記憶を求め、旅に出る。というストーリーなんですね。いやー、どうなるんでしょう。楽しみですね。それでは早速、名調のミリシラチャレンジ、やっていきましょう。最初のキャラクターは、こちらのキャラクターです。さあ、早速書き始めていきますが、最初に書いていくのはガルブレーナというキャラクターです。ヒントいくつかいただいております。デビルハンター、悪魔のような天使、好きな食べ物、かき氷、アイス、ジェラード、温紺の位置、背中。はい。これがヒントになっております。もしもーし。黒ゲームズさん？男性か女性かのヒントもなしですか？はい。でもね、はい、わかりました。そこはね、まあ、さすがに名前からわかりますよね。レーナですからね。まあ、ここから女性っていうことくらいは推察してくださいねっていうことですよね。はい。なるほど。わかりました。黒ゲームズさんも本気ですね。はい、今回はその感じでいくわけですね。了解です。そっちがそうなら、僕もね、本気出していきますよ。一見ですね、あまり見た目のヒントが書かれていないように見えるんですが、このヒントだけで、かなりの部分、このキャラクターの見た目について推測することができますね。例えばですね、悪魔のような天使っていうことですから、基本天使なわけです。それが悪魔のような見た目をしているっていうことなので、おそらく全体的に黒っぽい、もしくは、黒に近い紫っぽい感じの天使っていうことだと思います。天使なので、おそらく翼があったり、あとは天使の輪っかみたいなのがついている可能性が大だと思います。それとね、わざわざなんでこんなこと書くのか、皆さん謎に思った人もいると思うんですが、この情報ね、めちゃくちゃ大事ですね。好きな食べ物、かき氷、アイス、ジェラート。これですね、どういう意味かっていうと、かき氷、アイス、ジェラートって、ちょっとね、可愛い食べ物じゃないですか。悪魔っぽいキャラクターなのに、可愛い食べ物が好き。つまり、そういうものを食べていることに対してのギャップを作りたいっていう意味なんですよ。なので、逆にそういうものを食べているようには見えないキャラっていうのが正解なはずなんです。なので、断言しますが、この人、ガルブレーナさんは 100% 無表情キャラです。はい。無表情な上に目が結構きつめですね。なので多分ね、僕が予想するにガルブレーナさんは綾波レイをもうちょっと大人の女性にしたみたいな、なんかそういうカテゴリーのキャラクターだと僕は思うんですね。普段は何を考えてるのかわかんないんだけど、たまにボソッとジェラート食べたいみたいなこと言って周りを驚かせるような感じ。違いますか？黒ゲームズさん。めっちゃ当たっててドキッとしたでしょ今。さて、全体の印象がつかめてきたので、線画に入っていきましょうか。線画をクリーンアップしていくことで、さらにキャラクターの表情、細かい仕草など表現していきますよ。今回紹介させていただいている名調は、自由度の高い戦闘と多種多彩な物語が楽しめるオープンワールド RPG。プレイヤーは長い眠りから覚めた漂白者になって、次世代の技術が生み出された壮大な世界を旅していく。そういうストーリーだということです。ゲームの最大の魅力は、文明の滅びと神聖をもたらした災い、悲鳴の世界をどんどん探索していけるオープンワールド RPG だってこと。そして限界まで潜在力を引き出す超快適なアクション。さらにサクサクとスムーズに高速バトルを体感できる戦闘システムっていうことなんですね。戦闘システムが売りということなので、やはり大事になって
ってくるのは、キャラクター固有の武器か能力でしょう。ガルブレーナさんはデビルハンターということなので、悪魔を討伐するための聖なる武器を持っているはずです。悪魔払いといえば銀ですよね。古来より銀は魔除けの効果、悪魔払いにおける聖なる力を持っているアイテムということがありますから、多分ガルブレーナさんも銀の剣か何かを持ってるんじゃないかなと思っています。世界観的には銃とかもあり得るのかな。いやでもどうだろう。ファンタジックな感じも捨てがたいのと、単純にね、女性剣士っていうのがかっこいいと思うので、ここは剣にしときましょうか。いやーでもどうだろうな。3D 的に剣と翼って干渉しちゃうのかな。ゲームの仕様的に剣だとちょっと不都合が起こりそうですが、銃かな。いや、剣がかっこいいので、剣でいきます。さあ、ここからは最後の仕上げ、着彩です。色を塗っていきましょう。着彩はキャラクターの印象を決める上で、とても重要な段階です。最初に予想したように、僕はこのキャラクター、黒っぽい天使だと思っているので、全体的に黒が多めでデザインしていきます。ただ、キャラクターの核になる部分、本質的な部分はこの人天使なので、髪の毛とか、そういうキャラクター本体に関わるような部分は、多分天使っぽい色だと思うんですね。おそらく白とか黄色とか明るい色なんじゃないかなと思います。だからおそらくですね、最初はガルブレーナさんも普通に天使だったと思うんですよ。全身真っ白で光に包まれたね、神々しい天使だったと思うんです。普通の。でもところがですね、日々の仕事の中であまりにたくさんのデビルを倒しすぎたんですよ。悪魔に接しすぎてしまったんです。その中でちょっとずつですね、この世の中はこんなに悪い奴ばかりなのか。なんて腐った世の中なんだ。みんな死んじゃえばいいのに。ってね、心が擦り切れていって、徐々に身も心も黒く侵食されてしまったんだと僕は思うんですね。かわいそうなガルブレーナさん。現実世界でもいますよね。新入社員の時にはキラキラしていて、俺、何でもやります。頑張りますって輝いていたのに、社会の荒波に揉まれる中でどんどん擦り切れていってね、どうせ頑張っても無駄なんだよ、畜生。で、やさぐれていっちゃう人。このキャラもまさにそんな腐った社会の一被害者なんですよ。かわいそうなガルブレーナさん。せめて僕が魅力的に描いてあげるからね。ごめんなさい。今の全部僕の勝手な妄想です。はい。ちょっとね、調子に乗りすぎました。はい。最後にね、ちょっと付け加えたくなったので、天使の輪っかもおまけで足したら、プロ絵師なら1ミリも知らない名調のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説、斉藤直樹予想、ガルブレーナさんのイラスト、完成です。はい。ちょっとですね、最初から妄想全開でお届けしてまいりました。皆さんついてこれたでしょうか？さあ、ドキドキの瞬間です。正解を見ていきましょう。正解のガルブレーナさんはこちらです。なんだこれめっちゃかっこええ。なるほどなるほど。翼がビネットみたいになってんのね。その発想なかったな。それと、お前誰だお前。お前はヒントにいなかったぞ。めっちゃかっこいいな。キャラクター自体もそうですが、イラスト全体としてね、めっちゃかっこいい演出になってますね。いや、予想外のイラストです。でも、ほら、見て見て。結構キャラクターの属性としては、大語ってるんじゃない？白髪の無表情キャラクターで、もともと天使だったんだけど、徐々に悪魔に侵食されて黒っぽい感じになっちゃってるっていう、なんかそんな感じしますよね。だからか。だから髪の毛が白から徐々にこうグラデーションがかって黒に変化してってんのね。これやられた。これ当てたかったな。それと翼にね、やっぱり干渉するから10ですよね。やっぱ 3D だからそこ考えられてますね。悔しい。いや、ていうかデザインめっちゃ凝ってんな。この腰のベルトのヘビ装飾、超かっこよくない？いやー、デザイナーさんさすがです。かっこいいデザイン、素晴らしい。さあ、次行ってみましょうか。次のキャラクターはこちらのキャラクターです。はい。次は9円っていうキャラクターですね。ヒント、いくつかいただいております。放浪する一匹狼。盲目だからこそ音に対して敏感。印象的なセリフ。最も危険な場所は、それがしが引き受けよう。温紺の位置、手のひら。ということで、なるほど。なんかセリフの内容からしてね、男性っぽいキャラクターではありますよね。それがしとか言ってますしね。セリフ自体もね、僕の頭の中では男性っぽい声で再生されましたけど、どうですかね。最も危険な場所は、それがしが引き受けようって感じですよね。いや。最も危険な場所は、それがしが引き受けようのパターンもあんのかな。いや、ないよな、さすがに。そこまでひねられたらちょっと予想無理だわ。でね、僕ちょっともう気づいたんですよ。最初ヒントだけを聞いた時に、一匹狼ってただの例えかと思ったんですね。これね、
罠です。おそらく救援さんは、あなた、本当に狼ですね。人間じゃなくて狼でしょ。僕の目はごまかせませんよ。はい。もうね、キャラクターに例えたら、ヴァンパイアハンターのガロンですね。ガロンをもうちょっとだけこう、侍とか戦士っぽくした感じかな。いや、だってね、音に対して非常に敏感って書いてあるんですよ。これね、もう人間の息じゃなくて、きっと動物的な意味で音に敏感なんです。いやー、うちの犬もね、玄関開ける前に車の音でね、僕が帰ってきたことに気づくらしいんですよ。はっ、この車の音、ご主人の車だ。ご主人ってね、僕の音でね、吠えるらしいんですよね。可愛いですよね。はい、ごめんなさい。救援さんはですね、それを軽く凌駕していることでしょう。おそらく1キロ先、2キロ先の敵の足音まで聞き分けて、敵襲かってね、そのぐらいの聴覚の持ち主でしょうから、それはね、もう人間じゃないんです。狼そのものだと断言しましょう。バレちゃいましたね。僕ね、分かっちゃうんですよ、こういうの。すごいでしょ？さあ、ここからは楽しい色塗りのフェーズです。渋いキャラクターなので、渋めの色を塗っていこうと思います。多分ね、目が見えない盲目のキャラっていうことなので、両目を閉じているような感じなのかなとも思ったんですが、完全に閉じていると印象が弱くなっちゃうかなと思ったので、あえてね、白目にしてみました。それと、デザイン的になんでこのキャラクターが盲目になったのが分かった方がいいかなと思ったんですが、なんで目が見えなくなったのか。そうだな。多分ですね、戦いの中に身を置いているような感じのキャラクターなので、若い頃に自分の強さに酔いしれてですね、で、それが原因で妹を敵に襲われちゃってるんですよ。で、その時に両目を敵から切りつけられちゃって、で、そのせいで両目が見えなくなっちゃってると思います。なのでね、目にね、切り傷があるはずですね。はい。両目にです。で、ヒントにですね、最も危険な場所は、それがしが引き受けようって言ってるじゃないですか。これなんで目が見えないのに一番最前線に立とうとしてるかっていうのが、まさにこの敵にさらわれた妹。この妹を探すためにですね、今も敵地の最前線に乗り込んでいって、ここにそれがしの妹は囚われているんじゃないか。ここにもいない。ここにもいない。妹よ。どこにいるんだ？それがしが絶対に探し出してみせるぞってね、妹を探しながら放浪しているっていうわけなんですね。その旅の中で日銭を稼ぐために用心棒になってですね、賊のアジトに乗り込んでいっては、妹を探すついでに金を稼ぎ、そしてついでに賊も叩き潰しているっていうね、そういう放浪の狼さんなんですね、この人は。なんて涙ぐましい兄弟愛。あとですね、さっきは触れなかったんですが、このゲームのキャラクターには、音根と呼ばれる表明者が覚醒時に現れる模様、入れ墨みたいなものがあるっていうことなんです。その音根が、救援さんは手のひらにあるっていうことなので、手のひらにも模様をデザインしましょう。どんな模様だろう。手のひらだからそんなに複雑なデザインじゃないんじゃないかな。おそらくね、敵に切りつけられたことが能力の引き金になっている可能性もあるので、多分切り傷みたいなバッテン型の音根だったりするんじゃないのかなと思います。はい。といったところで、プロ絵師なら1ミリも知らない名調のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説、斉藤直樹予想、救援さんのデザイン完成です。僕的にはね、結構これ自信ありますね。近からず遠からずっていうところなんじゃないですかね。いやー、完璧に当てちゃってたらごめんなさいね。さあ、見ていきましょう。本当の救援さんはこちらです。はい。ごめんなさい。狼じゃなくて人でしたね。はい。種族からして間違ってました。いやー、すいません。いや、結構自信あったんだけどな。それはね、もう人間じゃないんです。狼そのものだと断言しましょう。僕ね、分かっちゃうんですよ、こういうの。いやー、完璧に当てちゃってたらごめんなさいね。はい、認めます。完全に間違えました。ってか、これすごくない？さっきと打って変わって、なんか水墨画みたいな演出になってんの。この演出の幅すごいですね。周りを飛び交うカラスのシルエットもね、超かっこいいですね。で、彼が失明したきっかけなんですけど、目をね、切りつけられたわけじゃどうやらないみたいなので、彼がね、今後どうやって光を取り戻していくのか、これはね、すごく気になりますね。なんかこう、哀愁が漂う、いつか幸せになってほしいキャラクターですね。渋い、かっこいい。さあ、それでは気を取り直して、最後のキャラクター行ってみましょう。最後のキャラクターはこちらのキャラクターです。はい。最後は、チサというキャラクターですね。ヒントいただいております。大きなハサミを武器に使用。普通の女子高生。和風のモチーフ。音根の位置。
二の腕。ほほー。女子高生ですか？しかも、普通の女子高生。なるほど。いや、騙されるかーい。普通の女子高生がね、大きなハサミを武器にしているわけがないやろがい。っていうことで、このヒントは、ミスリードです。大きなハサミとかカッターとかそういうのってね、要するに精神的に病んでいることの象徴として使われることが多いので、これね、パッと見、めちゃくちゃ病んでる感じのじとめ系女子高生ですね、この子は。はい、間違いありません。いや、これはね、自信あるよ、僕は。で、ザ・和風の女子高生で、戦うヤンデレじとめということなので、おそらく十中八九、このキャラクターは黒いセーラー服を着てると思います。はい、戦う女子高生はね、黒いセーラー服ってもう相場が決まってるんですよ。スケバンデカの頃からね、許さんぜよってね、ごめんなさい。若い子わからないですよね。それとね、大きなハサミっていう風に書いてあるんですが、これがちょっと悩ましいところで、おそらく巨大なハサミを文字通りね、持ってはいると思うんですが、ハサミのデザインは、これ結構ね、かっこよくリデザインされてるんじゃないかなと思うんですよ。ファンタジックに洗練されたデザインにするか、もしくは和風モチーフなので、ちょっとね、近代的にメカニックな感じにリデザインされてるんじゃないかなと思います。どっちか2択ですね。ちょっと迷うところなんですが、今回は、ジャパンをね、強調したいので、メカニックでちょっとカクカクしたような、それハサミなの？っていうシルエットのハサミにしてみます。剣にしても使えるみたいな、そんな感じね。さあ、線が進めていきます。ラフで、大まかなイメージはつかめていますが、改めて線を描きながら、表情とか仕草とかね、細かいニュアンスを含めていくと、ラフの時には感じられなかった生き生きした感じが出るので、線画の作業ってね、これが楽しいんですよね。今回紹介している名著は、共鳴し合う仲間との出会い、そして広大なオープンワールド世界での自由な冒険の旅が特徴ということです。オープンワールドでプレイヤーが自由に旅ができるので、十人十色の道筋、そして様々な共鳴者と出会っていくことができるということですね。さらに、音階の異能が奏でる色鮮やかな戦闘ということで、音階って何かというと、敵を倒すことで手に入る装備アイテムということです。敵を倒すとですね、様々な音階が手に入れることができて、それがキャラクターのステータスを強化することに役立ったり、固有のスキルを発動できたりするらしいんですね。で、それが最大5つ同時装備可能で、組み合わせによって追加効果、ハーモニーが発動するってことなんです。はい、これですね、組み合わせですごい能力が発揮できそうで、これはね、ワクワクするシステムですね。さあ、そう言ってる間に線画が完成です。さあ、最後、色を塗っていきましょう。さっきも言ったように、日本っぽい女子高生ということなので、黒髪、黒セーラー服で黒ずくめにしていきましょう。いやー、なんかですね、今日黒いキャラ多くない？なんか今ってそういうイベントなのかな？ちょっとね、ミリシナなのでね、そういう情報すら渡されていない。もう本当に何も知らない状況で書いているので、はっきりしたことは何も言えないんですが、いやー、このキャラね、自分で書いておいてなんですが、僕このキャラクターめっちゃ好きですね。はい。僕の想像上のちさちゃんはめっちゃ僕好みです。可愛い。黒ずくめといってもね、黒だけだと見栄えがしませんから、敵を切り裂いた時に出る鮮血をイメージした赤。この真っ赤な赤をですね、ところどころにデザインに施していきます。赤を差し色として入れることで、この子の内なる凶暴性も表現することができますね。いいですね、いいですね。最高ですよ。あ、それと忘れてた。音根。このゲームのキャラクターには、音根っていう入れ墨のような模様が入っています。さっきは音根。こういうデザインでしたが、これ全部共通なのかな？いやでも音根にもたくさんのデザインがあった方が楽しいので、おそらくキャラ固有の音根があるんじゃないかってことで、ちょっとホラーチックなキャラクターなのでね、雲みたいな音根にしようかなって思います。音根の位置が二の腕ってことなので、ちょっと無理やりですが制服の一部をくり抜いて、そこから二の腕の音根が見えるようにしました。はい、といったところで、プロ絵師なら1ミリも知らない名調のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説、斉藤直樹予想、ちさちゃんのデザイン完成です。最後どうでしょうなんかちょっと自信なくなってきたな。ドキドキしますが見てみましょう。本当のちさちゃんはこちらです。あー、かわいい。すごいかわいい。でもこれは今日一近いんじゃないですか？髪の毛がロングなこと以外。ほらほら、黒髪だし、黒のセーラー服っていうのも当たってるし、あと、これすごくない？髪の毛のリボン。これも当たってんじゃん。やば。でもハサミはもうちょっとちゃんとしたハサミの形してましたね。でも結構ね、メカっぽいデザインっていうのは、これも大まかには合っているような感じしますね。ただですね、僕結構ね、正直痩せ型のキャラクター
クターを想像してたんですよ。でも本物のチタちゃんは結構ね、ナイスバディですね。かなりグラマラスな体型してます。はい、風にたなびくロングヘアが美しいですね。どっちにしろ普通の女子高生とはっていう感じですけどね。いや、普通の女子高生はね、そんな建設中のビルの先端についてるクレーンの先っちょみたいなとこにいないから。いや、でもここすごいな。背景のね、空間がちょっとずつこう分断されて異空間になっていて、空間が歪んでいる感じが、これがね、大災害、悲鳴の痕跡なんでしょうか。名調の世界観、魅力的ですね。素晴らしいデザイン、ありがとうございます。といったところでいかがだったでしょうか。今回は黒ゲームズさんの名調のミリシラチャレンジをやってきました。この動画を見て名調興味出た、遊んでみようかなという方はですね、下の概要欄に URL を載せておきましたので、こちらからぜひぜひダウンロードしてみてくださいね。スマートフォン、PC およびプレイステーション5でプレイ可能ということです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。